にちは、もずくです。前回の動画で今映っている城下町を作ったので、今回はこの城下町に立っている動物たちのお家をリフォームしていきます。ちなみに左のお家がルナ、奥のお家が銀閣、右のお家がパタヤです。それでは早速リフォームしていきます。どうぞ。まずは銀閣のお部屋から作っていきます。元のお部屋が監獄みたいなお部屋になっているんですけど、スリーピー島では武器も扱う防具屋さんになってもらいたいので、元の家具はお片付けします。で、今防具屋さんって聞いて、初めのお部屋もそうだったよねって思う方もいるかもなんですけど、初めの防具屋さんは初期が出てくるあんまり強くない武器を扱ったお店になるので、銀閣の防具屋さんはパワーアップさせて作っていきます。まず壁床を決めるんですけど、初めのお部屋は窓もなくて質素な感じにしていたので、違いを出すために壁床は石でできているものを、さらにアクセントウォールで窓付きの壁にしておきます。で、エントランスも石に変えて、左右の窓はアクセントウォールに窓があるのでなしにしておきます。ライトは後で間接照明を使いたいので薄暗くして、環境音は街っぽくするために路地裏にしておきます。ではベースは決まったので、次は間取りを決めていきます。まず壁の窓は一つにしたいので仕切り壁で隠します。さらに仕切り壁の前に中世の街並みを置いて、壁の見えないところにフラワーシェードのスコンスを配置します。ほんのり隙間から明かりが見えることで、壁と壁の間が通れそうな空間に見えるかなと思います。次は窓の前に受付カウンターを作ります。立体感を出すために柱を左右に置いて、間にカウンター、椅子を置きます。で、この時点でもう前からカウンターまで行けないんですけど、スリーピー島は特に世界観を表現するためにも見た目重視でレイアウトしているので、動物が十分に動き回れるスペースがあれば、通れないところがあっても OK ってことにしてます。次は天井にドレープとシャンデリアで豪華な感じに装飾していきます。これでカウンター周りはなんとなく完成したので、早速武器や防具を飾っていきます。まずカウンターの前にエレガントなテーブルを置いて、その上に初めの防具屋よりパワーアップしてそうなシルバーの靴を置いておきます。で、銀閣の前には値段だったりが書いてある紙を置いて、エレガントなテーブルの下にはドレープと銀閣の色に合わせたラグを敷いておきます。次は左側を飾っていきたいんですけど、初めの防具屋でも言った通り、武器の家具が全然ないので、それっぽい雰囲気にするために木箱をたくさん置いたり、アンティークなワードローブを置いて中に武器や防具が入っている設定にしておきます。で、空いたところに数少ない防具や武器を置いておきます。木箱やワードローブのおかげで少なくてもたくさん置いてあげそうな感じには見えるかなと思います。ちなみに剣には鏡磨きのビリビリを青いマイデザに変えてつけてみたんですけど、どうでしょうか。強い武器に見えるかなと思ってつけてみました。よければ感想をお聞かせください。では次は右側を作っていきます。まず今回も武器の家具があまりにもないので、大砲とプレートアーマーを登場させて、その他は樽と木箱で埋めておきます。で、またそれっぽく見える金属の亀を空いたところに置いて、タグの上には靴を置いておきます。これで床に置く家具が置き終わったんですけど、半マスだけ空いているところがあったので、場所的にも使われてなさそうという設定にして、エレガントなミラーを置いておきます。さらに椅子の後ろも空いているんですけど、せっかくなので音楽を流すためのオーディオ家具を置いておきます。で、流す音楽は世界観に合いそうなケケホーミーにしておきました。次は壁を飾っていきます。まず正面の壁は窓のところに防具屋の看板っぽくエンブレムなどはプレート。中世の街並みの上にはバングルっぽくも見える海賊のお宝王冠とプ
クロムなクラウンを飾っておきます。正面から見るとこんな感じです。次は左右の壁を飾っていきます。まず木箱の上には値段や説明が書いてある豪華な額縁を飾って、ミラーの上には弓っぽくも見えるブーメランを飾っておきます。ちなみにサジタリアスの矢はゴールドすぎてこのお部屋には馴染まなさそうだったのでブーメランにしておきました。で、さらにシャンデリアの色と合わせた壁掛けのキャンドルを左右に飾ります。右側の壁は広く空いているので、なるべく面積を取る家具を配置して、さらに空いたところには探検っぽく見えるマグネットナイフラックを飾っておきます。で、それでもまだ空いているところや家具と家具の隙間にクモの巣を飾ってリアルさも出しておきます。全体はこんな感じです。では最後に入り口側の壁に明かりと、とりあえず空間を埋めれてお部屋の色味や世界観にも合うアカデミーの銀の盾を飾って、これで防具屋さんは完成です。次はパタヤのお部屋です。まず現実っぽすぎるお部屋はお片付けして、スリーピー島では素材屋さんになってもらいます。一応私が知っている RPG では各地が取れたり売っている素材を組み合わせてお店では売っていない武器や防具を作ったり HP や MP が回復する食べ物を作れたりしていたので、パタヤの素材屋さんではそういったものが買えるお店にします。なので服装もパタヤに似合う色でお店屋さんっぽいお洋服をプレゼントしておきます。では早速作っていきます。まず現実っぽく見えないよう気をつけつつ、パタヤの色に合わせた壁床を使います。エントランスはそのまま、窓も曇っているのが可愛かったのでそのまま、ライトはオレンジ色のライトをほんのりつけて、環境音は銀閣と同じく路地裏にしておきます。では次は間取りを決めていきます。まず壁の一部を仕切り壁と柱で隠して、レンガの壁の前に階段状の売り場兼お会計カウンターを作ります。で、カウンターの後ろにも少しだけ商品を置きたいんですけど、例えばお客さんが来て、店員さんあれくださいみたいな感じで言って、パタヤがはいはいあげねって後ろから商品出してくるみたいな、そのストーリーも見える家具にしたいので、カントリーなカップボードを置いておきます。で、さらにカップボードの上にも棚を飾って、さらにその上に乾燥させた薬草っぽく見える壁掛けの葉っぱを飾っておきます。では次は階段状の売り場に素材を並べていきます。で、素材って言っても家具の中で世界観に合うものがそんなになかったので、色違いのかぼちゃとパンを多めに置いておきます。で、食べ物だけだと八百屋さんっぽくも見えてしまうので、左右の壁沿いに鉱石がたくさん入っているトロッコを置いておきます。その他の空いたところには必殺の樽や木箱、ディスプレイボトルを置いて、素材がたくさん売られているように見せておきます。で、素材として貝殻家具も使えそうだったので、貝殻のランプを明かりを消して使って、貝殻のスピーカーは網網の部分が見えない向きで置いておきます。ちなみに音楽も銀閣のお部屋と同じでケケホーミーです。次はもう少し素材を足してごちゃごちゃにしていきます。まず木箱の上に魚のコンテナを置いておきます。ちなみに入れ物がプラスチックなんですけど、オレンジ色だとプラスチック感が薄れたので使ってみました。で、さらにパタヤの前には顔が隠れないように鉄鉱石を置いておきます。次はまだ右後ろと入り口の前が空いているので埋めていきます。まず素材がまだまだたくさん入ってそうなカントリーのクローゼットと、その上にも木箱、素材の薪、入り口前には動線を邪魔しないようにマンホールと家具じゃないかぼちゃを置いておきます。ではこれで床に置く家具は置き終わったので、次は天井を飾っていきます。まずカウンターの上にミルクガラスランプ、左の物置スペースら辺にはお店の看板として吊り下げサインを配置しておきます。で、さらにカウンターの入り口ら辺にはマイデザインでリメイクしたドレープを配置しておきます。
で、ここまででほぼ完成に近づいたんですけど、もっとごちゃごちゃにしたいので、次はつぐのガーランドをたくさん飾っていきます。正面から見るとこんな感じになりました。かなり賑やかになってきたかなと思います。では最後に壁を飾っていきます。まず左右の壁には商品の説明や値段が書かれている豪華な額縁と額縁ポスターを飾って、お部屋の奥には乾燥させた薬草っぽく見えるドライフラワーのガーランドを飾っておきます。全体はこんな感じです。入り口側の壁には明かりとまた額縁、薬草を飾って、これで素材屋さんは完成です。最後はルナちゃんのお部屋です。まずは宇宙空間すぎるお部屋を片付けして、ルナちゃんはポーション屋さんになってもらいます。で、これまたお気づきの方もいるかと思うんですけど、村で弥生もポーション屋さんをしてました。その時の動画内のアイキャッチでちらっとご紹介してたんですけど、ポーションの作り方はウサギ族しか知らないということで、ルナちゃんにもポーション屋さんになってもらいます。もちろん2回目のポーション屋さんなのでパワーアップさせていきます。まずはレイアウトをする前に、ルナちゃんの目と世界観に合わせたお洋服をプレゼントしておきます。では壁床を変えていくんですけど、防具屋さんと同じく村のお店と違いを出したいので、落ち着いた色でも豪華さが出るボタニカルタイルな壁とウェディングな壁を使います。で、エントランスはそのまま、窓はブラインドになっているのでなし、ライトはオレンジ色のライトで薄暗くしておきます。で、環境音は銀閣、パタヤと同じく路地裏です。ではベースが決まったので間取りを決めていきます。まず後ろ側と手前でスペースを分けたいのでラグを敷きます。で、あと窓は一つにしたいので他の2つは隠したいんですけど、なるべく床のスペースを空けておきたいので蓄光オールステッカーを使って隠しておきます。で、蓄光オールステッカーで貼った部分が見えすぎていると少しくどいかなとも思ったので、高さもあって中にポーションもたくさん入ってそうなアンティークなワードローブで隠しておきます。さらに間には作業台として木製のロッカーを逆向きに置いて、その前には柱と受付カウンター、カントリーな椅子でお会計スペースを作っておきます。次は天井を飾っていきます。ルナちゃんの色に合わせて赤いドレープと白いキャンドルのシャンデリアを配置しておきます。で、ここまででなんとなく銀閣と同じような間取りにしているんですけど、同じ町にあるということであえて似たような間取りにしてみました。では早速ポーション屋さんっぽくなるような家具を置いていきたいんですけど、そんな家具ほとんどないので、今回も中に道具が入ってそうな木箱とポーション自体が入ってそうな樽と壺をたくさん置いておきます。で、ポーションっぽい家具が少ない中、唯一小物の中でポーションに見える光苔の栽培瓶を一番目のつくところに置いておきます。弥生のポーション屋さんは緑色にしたんですけど、パワーアップして見えるように赤色にしました。ではもっとポーションを増やしていきます。まずこのお店でも安くて弱いポーションも一応買えるようにはしたいので、左右の壁沿いに光苔の栽培棚を置いて、棚の上やお部屋の角には赤色のポーションも置いておきます。で、村のポーション屋さんの設定で村に生えている光る苔を使ってポーションを作っているっていう設定にしてたんですけど、この町には生えていないので、お店の中に光苔のスツールを置いて育てている設定にしておきます。で、ここからが特に見てほしいポイントなんですけど、鏡磨きを使って苔が生きている感じにしたいなと思ったので、冷え冷えをつけてみたんですけど、白すぎて浮いたので、私がダウンロードしているマイデザの中の獣道をつけてみたら、すっごく馴染んだのでつけてみました。どうでしょうか。ちょっと汚そうではあるんですけど、それもパワーアップした感があっていいかなと思います。では苔ももうちょっと育てていってほしいので、棚の上や壁にも
光ゴケのリースをつけておきます。では次は小物を置いてもっとごちゃつかせていきます。まずポーションを作るときに使いそうなディスプレイボトルと木製のバケツ、古い紙に見えるようにマイデザでリメイクした広げた資料を置いておきます。さらにつまげた袋やバター攪拌機、裁縫箱で作業してる感ももっと出しておきます。で、ここまでで結構いい感じにごちゃついてきたので、次は明かりを足していきます。まず樽の上にすぐのランプ、壁にはシャンデリアと合わせて白い壁掛けキャンドルを配置しておきます。全体はこんな感じになりました。で、全体を見てもらって入り口ら辺が開いていくのが気になったので、牛革のラグを敷いて、さらにアクセントとしてマンホールを置いておきます。では仕上げをしていきます。村で光る苔があるところにハニワは生息するという設定をつけたので、お店の中にも少しだけハニワを生息させておきます。で、さらにお部屋に音楽も欲しいので、竹のスピーカーを裏向きに置いて聞きホーミーを流しておきます。最後にお店の看板として窓のところにホースシューのドア飾り、入り口側の壁に弥生のポーション屋さんでも使ったホーハニヤをカラビンとして飾ります。さらにその左右にポーションを作るときに使いそうな壁掛けの葉っぱを飾って、これでポーション屋さんは完成です。いかがでしたでしょうか。今回は城下町に住む動物たちのお家をリフォームしてみました。次回は城下町の続きのエリアを作っていきます。また新たな冒険が始まるのでお楽しみにお待ちください。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。それじゃあ。